こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連として外国人雇用管理指針が改正になりましたので、その内容をご紹介をしていきたいと思います。外国人雇用管理指針知らないという人も多いかもしれません。ただしですね、外国人雇用をしている企業においては、この指針、ぜひ知っておいてほしい内容と考えております。そして今回改正になりました外国人雇用管理指針、全部で3段階の適用という形になりますので、どのような改正が行われたのか、いつどのような内容が適用されていくのかについて見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは外国人雇用管理指針というのはいつできたのか、そしてどのような内容が書いてあるのか、また今回改正になりましたけれど、その改正内容と適用時期について見ていきたいと思います。この外国人雇用管理指針改正になった背景には、その一つとして外国人政策の方針転換が挙げられます。以前別の動画でもご紹介はしておりますけれど、外国人政策が大きく方針転換をしているということで、その内容を見ていきたいと思います。また、同時に不法滞在ゼロプランというのも進められておりまして、2026年になってさらに追加で協力推進パッケージというのも公表されております。従いまして外国人雇用をしている企業においては、不法就労助長罪というのが非常に身近になってきている状況になります。また、身近になっているだけではなく、今後はですね、経営のリスクにもなりかねないという状況になっていますので、不法就労助長罪についてご紹介をした上で、では今後外国人雇用をする上で、企業はどのような対応をしていったらいいのかについて見ていきたいと思います。まずは外国人雇用管理指針ですけれど、正式名称は外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針が正式名称になります。こちらは厚生労働省が策定をしたもので、事業主が外国人労働者を雇用する際に遵守すべきルールや配慮事項をまとめたガイドラインという形になりますので、あくまでもガイドラインになります。もともとは2007年、平成19年に作られて10月に適用されたものではあります。そして何度か改正はされておりますけれど、直近の一番大きな改正に関しては2019年、令和元年に行われておりまして、この時はきっかけとしては、在留資格の特定技能制度が創設されたことに伴う改正という形になります。では、この外国人雇用管理指針、何が書いてあるのかですけれど、大きくは4つになります。まずは、関係法令の遵守になります。雇用対策法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等ありますけれど、これらの関係法令を遵守をすることと書いてあります。2つ目が、労働条件の明示。こちらは当然の義務ではありますけれど、外国人労働者の場合はですね、その労働者が確実に理解できる方法で条件を明示をするという形で記載がされております。また、適正な賃金と労働時間ということで、最低賃金以上の支払いですとか、基本給割増賃金の適正な支払い、不当な転引きの禁止、時間外労働の上限規制の遵守ということになります。こちらはですね、外国人労働者のみならず、基本的には企業として守らなければいけないルールという形になります。そして外国人特有なのはですね、在留資格の確認と届け出ということで、在留カードに書いてある許可された在留資格が従事している業務と不一致がないかどうかですね、その確認をする。また、外国人雇用をした場合は、外国人雇用状況の届け出というのをハローワークにしなければいけませんけれど、こちらの届け出も行うこととなっておりますので、特段ですね、法律を超えるようなことが書いてあるというわけではない、企業として、
外国人労働者であろうが、日本人労働者であろうが、守らなければいけないことが改めて外国人雇用管理指針として、書いてあるという状況になっております。そしてこの外国人雇用管理指針、今回改正になりましたけれど、この改正の背景ですけれど、2026年、令和8年の1月に外国人政策というのが発表されまして、内容は別の動画でご紹介はしておりますけれど、大きく方針転換をしているという状況。そして、同じく2026年5月に改正入管法が成立したことを受けまして、外国人雇用管理指針の改正に至ったということになります。また、この先のことを考えていくと、2027年、令和9年4月から育成就労制度というのもスタートをすることを踏まえての改正という形になります。では、改正ですけれど、改正は全部で3段階で適用という形になります。まず、2026年6月14日から適用されるのが、大きくは3つになります。同一労働同一賃金の適用ということで、こちらは外国人労働者にも限りませんけれど、外国人労働者も対象になりますということが書いてあります。また、日本語学習の支援ということで、外国人労働者への日本語学習支援はもちろんのこと、対象は家族も含めて支援をしていくということで、記載がされている。また、在留資格の確認ということで、こちらはですね、在留カードとの読み取りアプリがありますので、これらを活用して、偽造の在留カードではないかというのを確認をするということが改めて記載がされているという状況になります。そして2段階目の適用としては、これからの法改正適用になりますけれど、2026年8月、令和8年の10月からになりますが、労働条件明示事項が追加をされますので、当然外国人労働者に関しても条件通知書の改定が必要と。内容につきましては、待遇差の内容の説明というものを追加しなければいけないということになりますので、こちらもですね、条件通知書改正を忘れないようにしてほしいと思います。そして2027年、令和9年の4月からはですね、育成就労制度というのが始まりますので、技能や日本語の習得の支援をする。また、転籍制限に関する説明を外国人労働者に行うことというのが書いてありますので、全部で3段階の適用という形になります。ではですね、今回改正に至った一つとして外国人政策の方針転換というのがありますけれど、こちらですね、従来の強制という考え方から秩序へという形で大きく転換をしております。内容としては外国人の受け入れに関してはやはり在留資格の審査の厳格運用、そして強制、退去の対象の拡大、そして不法滞在への対応ということが強く押し出されております。また、制度の適正化ということで、各種税金、保険料等、そして医療費の未払い等への対応というのも記載をされている。また、国土の適切利用ということで、土地等に購入にあたって国籍の把握、取得のルール化というのが挙げられておりますが、この3番に関しましては、現状少し見送りという形で、規制が難しいという結論が出ております。そしてですね、こういった中で不法滞在ゼロプランというのもありますけれど、この不法滞在ゼロプランにあたって企業が注意しなければいけないのが不法就労助長罪という形です。外国人を不法就労させたり不法就労を斡旋をした者に対して処罰を定めた制度になりまして、2025年の6月に厳罰化されておりまして、今現状は5年以下の懲役または500万円以下の罰金という形になります。こちらはですね、故意でなくても処罰の対象になる可能性がありますので、非常に注意が必要。また、検挙数に関しましては、年間250件から270件ほどで推移しておりますが、2026年になってから非常に増えてきているなというふうに感じております。これはですね、もともと2025年に発表された不法滞在ゼロプランを受けてのことではありますけれど、2026年追加に発表されたのが協力推進パッケージということで、どんどんですね、不法就労、不法滞在の外国人に対する取り締まりというのは厳しくなってきている。今現状ですね、一部の自治体でも不法就労への通報制度というのが運用されているということになっておりますし、今、
現状の不法就労助長罪に関しては、労働者派遣法、有料職業紹介法における許可の結核自由になっておりますけれど、それのみならず、他の業法においても結核自由とするという動きがありますので、非常に注意が必要です。では、外国人雇用において企業はどのような対応をしなければいけないかということですけれど、まず各種法律の遵守ですけれど、こちらは外国人雇用か否かに関わらず当然のことではあります。ただ、外国人雇用企業というのは、従来の企業よりも、よりチェックをされる、可能性が高いので、注意が必要。また、在留資格に関しては、カードを見ました。コピーを保管をしました。では、不十分になります。不法就労助長罪が適用される可能性がありますので、しっかりアプリ等で内容の確認が必要となります。また、外国人雇用に関しては、今後、就労のみならず、日本での生活、家族への支援というものの重要性が増してきますので、そういった今後の将来設計まで考えた上で支援をしていってほしいと思います。このようにですね、雇用のリスクがもうすでに経営のリスクになりつつあります。外国人雇用は入り口、採用時が非常に重要になりますので、その際のチェックというのを怠らないようにしてほしいと思います。では、自社ではどのような対応をしたらよいかということですけれど、こちらはですね、在留資格、業種と規模、人数によりますので、様々という形になります。今の現状の自社の外国人雇用状況の管理状況はどうなのかについては、一度専門家にご相談してみるかと良いかと思います。まずは相談の上、情報収集が第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。